これでわかるリリス。女性の悪魔、夜の魔女として知られています。旧約聖書ではイザヤ書で言及されていたり、古代メソポタミアの女性の悪霊リリトがその元であるという説もあります。旧約聖書で最初の男性がアダムで最初の女性はイブと言われていますが、実はイブは最初ではなく、その前にリリスという女性が存在したという説があるんです。まず、アダムとイブの誕生などを簡単にご説明してからリリスとのつながりをご紹介していきます。旧約聖書創世記第2章、神ヤファエは人が一人でいるのは良くないとアダムの肋骨からイブを作りました。二人は楽園で幸せに暮らしていました。ある日、一匹の蛇から果実を勧められます。それは神から絶対に食べてはいけないと言われていた善悪の知恵の実でした。イブはそれを食べてしまい、アダムにも勧めます。知恵の実により知恵を授かり、裸でいることが恥ずかしいという感覚が芽生え、イチジクの葉で隠しました。それを神に見られ、知恵の実を食べたことがバレてしまい、楽園から追放されます。さて、第2章からお話ししましたが、もちろん第1章があります。その第1章で神は6日で世界を作り、1日お休みしたとあります。週7日あるのはこのためですね。で、その天地創造6日目に、神は土から男と女を作ったってあるんです。男と女を作った。でも続く第2章ではアダム一人がいて、後からイブが誕生しています。ここから神はイブ以前に女性を作っていたのではないかという考えが生まれます。ベン・シラのアルファベットという文献では、リリスという女性がアダムの最初の妻となっています。これは中世になってから書かれたものなんですが、この話により第1章と第2章の矛盾が埋められています。ご紹介します。天地創造6日目にアダムと同じように土から作られたリリスは、アダムと対等な立場を望みました。でもアダムはそれを認めません。神もアダムを味方しました。リリスはアダムの元を去り、紅海沿岸に住みます。そして悪魔と関わり、リリンという子供たちを産みます。アダムは後悔し、戻ってきてほしいと思い、神に頼みます。神は3人の天使をリリスのもとに送りました。天使たちはリリスを脅します。もし戻らなければ、毎日大勢の子供を産み、そのうち100人を失う運命を与えると。それでもリリスはアダムのもとへ帰ることを拒みました。それに対し天使たちがリリスを海に沈めようとすると、リリスは天使たちに言います。私は生まれてくるアダムの子供たちを苦しめる。ただし3人の天使たちの名の記された呉服を目にした時には、子供に危害を加えないでやろうと。その約束で命は助かりました。ちなみにユダヤ教ではリリスが男の子だけを狙うというので、狙われないように男の子の髪を切るのをしばらく待っておいたり、新生児の割礼の時、その子たちを守るために首の周りに3つの天使の名前が書かれた呉服を置くという風習があるそうです。言うことを聞かないリリスに怒った神は、リリスの下半身を蛇に変えてしまいます。永遠に地面に這いずり回る運命という罰でした。リリスは子供たちを狙ってアダムに復讐しているようですが、リリスが一番許せないのは自分の子供たちを殺している神ヤファエですよね。神は産めよ増やせよと言っています。それはアダムの子孫たちのこと。そうはさせるかと次々に子供たちを狙っていきます。ちなみにアダムに子供ができたのはリリス以外に女性が存在したからですよね。そう、イブです。神はリリスが戻ってこないとわかると、人が一人でいるのは良くないとアダムの肋骨からイブを作って妻にしました。アダムの一部から生まれたので、イブは従順な女性でした。第2章にあった知恵の実を食べるよう誘惑した蛇は、実は神に下半身を蛇にされてしまったリリス。従順で無知なイブはそれを食べてしまいます。ちなみにユダヤ教の宗教文書タルムードにおいては、リリスは夜の妖怪だそうです。夜寝ている男性を襲うとか。こんな美しい妖怪なら襲われてみたい人もいるんではないでしょうか。
こちらの絵をご覧ください。ダンテ・ガブリエル・ロセッティのレイディ・リリス。凛とした感じの美しい女性。花に囲まれたお部屋で美しく豊かな髪を溶かし、手鏡で自分をうっとり眺めています。鏡は蛇の象徴です。左側の鏡台に置かれたジギタリスの花は毒性が強いものです。背後の白いバラは尊敬、無邪気、清純、純潔を表し、リリスと対照的です。それを証明するかのようにこちらの鏡があります。目の前のろうそくはちゃんと映しているんですが、あとは部屋の中ではなく外の風景です。清純とリリス、部屋の外と中というふうに。さて、男女同権を望んだリリス。現代人っぽいですよね。ここでは神とアダム、対、悪魔とリリスという善と悪の構図ができてしまっています。聖書の教えはとても影響が大きかったでしょうから、男性が上で女性は無知で従順な方がいいというイメージはここでより定着してしまったのではないかという気がします。現代はイブのような女性もリリスのような女性も受け入れられていいですよね。まあ、未だに古い体制の会社などではイブのようなタイプが好まれそうですが、皆さんはどちらのタイプがお好きでしょうか。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。